こんにちは、アミティ先生です。本日は2024年 iPad ベストアプリ100ということで、おすすめのアプリを100個紹介していきたいと思います。ついにこの動画を作る時が来たかと。もう5年ぐらいね、この iPad の YouTube やってますけど、iPad のアプリ100個紹介したことなんてなかったんです。大変なのでずっと避けてきました。なんですけれども、この度ですね、はい、こちら iPad Creative Second ベストアプリ100というね、私の iPad 本4冊目となる本を出版させていただきました。もうめちゃくちゃ好評でたくさんの方にね、買ってもらって本当にありがとうございます。で、この本ですね、今私が、激推ししてるクリエイティブ系のアプリを100個も詰め込んでるんですよ。もう100個バーって並べて、しかもその中のいいやつのチュートリアルをこんな感じでバーって載せてるんですけれども、この100個のアプリ、ほとんどがクリエイティブ系のアプリになります。エンタメ系とか、例えば動画見る系のアプリですね。YouTube とか Netflix とか、エンタメ系のアプリはあんま紹介してなくって、何かを作る、生み出すためのアプリ、イラストだったり、動画編集だったり、アニメーションとか 3D とか、本当に今いろんなアプリが出てきてますけど、何か作る系、クリエイティブ系のアプリだけでもう100個まとめたんですよ。なので今ね、これを見てる皆さんの中で iPad が動画視聴のタブレットになってる方いらっしゃると思うんですけれども、そんな方にですね、ぜひこれ見ていただいて、こういうの作ってみようかなっていうきっかけになってもらえれば嬉しいなと思いますので、ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいです。はい。ということで、ベストアプリ100。まずはイラストアプリからやっていきたいと思います。定番系のイラストアプリでいくと、プロクリエイト、クリップスタジオ、アイビスペイント、メディパンペイント、アドビフレスコ、スケッチブック、あとはたやすいスケッチになります。この辺ね、多分皆さんどれか見たことあるよっていう人ね、いらっしゃると思うんですけれども、アプリによって特性が違うっていう感じですね。私がもう激推ししてるのはプロクリエイトですね。もうブラシの種類もすごくたくさんあるし、UI もわかりやすいし、いろんなイラストが描けるっていう意味で、プロクリエイトを5年ぐらいずっと使い続けてますけれども、例えば他にもクリップスタジオだったら、漫画家の方だったらこのアプリ選ぶ方が多いかな。あと無料系もね、たくさんあるんですけど、キッズが好きなのはアイビスペイントとかかな。メディパンペイント。あとたやすいスケッチとかも結構キッズがわかりやすくって、すごく使ってるイメージがあります。で、アドビフレスコだったら、水彩ブラシとか、あとはなんだろうな、油彩ブラシとか、あとフォトショップとかイラレとかにつなげたりするので、アドビユーザーだったらアドビフレスコ。あとはスケッチブック。これ無料なのに、なんかね、定規とか、すごい綺麗な線が描けたりとか、機能がすごくたくさんあります。以前にもね、紹介してるんでよかったら見てほしいんですけど、プロダクトスケッチをやる方は、このスケッチブックっていうアプリがおすすめになりますね。なので、綺麗めな絵を描きたかったら、スケッチブック。アナログ系のちょっと水彩っぽいのをしたかったら、アドビフレスコと。まあそういう感じで、いろいろ特性を知ってもらって、自分のいいやつっていうのを使い分けてもらえればなと思います。もう一番、1個選んでって言ったらもうプロクリエイトですけれどもね、もうプロクリエイトを選んだら他いらないんじゃないかっていうぐらい、すごくいいアプリなので、ぜひですね、プロクリエイトは一回触っていただきたいなと思うんですけれども、で、ちょっと変化球系でいくと、アートセット、全ブラシ、8ビットペインター、レオナルド AI っていうアプリたちですね。アートセットは、めちゃくちゃ油絵っぽい、こうなんかね、厚みのあるイラストがあるのがアートセット。私これめちゃくちゃ好きですね。で、逆に全ブラシは水彩ですね。墨汁とか、本当になんか習字みたいな、水墨画みたいなのを描きたかったら全ブラシ。あとは8ビットペインターは、ドット絵ですね。ドット絵をめちゃくちゃ簡単に描けるのが8ビットペインター。あと、レオナルド AI ってやつは、AI がいい感じの絵にしてくれるっていうアプリなんですけど、適当に絵を描いたら、それがもうめちゃくちゃいい絵になるってやつですね。で、皆さん絵が下手な人でも棒人間を描いたら、なんか、すごい人間の体描けるみたいな、なんかそういうアプリですね。結構面白いので、一回使ってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい。で、続きましてデザイン系のアプリ。こちら、Canva、Affinity Designer、イラストレーター、Adobe Express のこの4つが王道系でランクインでございます。
キャンバはもう皆さん言わずもがな、もうみんな使ってるアプリだと思うんですけれども、フライヤーとかチラシとかだけじゃなくって、なんかウェブサイトを作れたりとか動画作れたりとか、それこそ AI が乗ってきたりっていう、キャンバのアプリになりますね。スマホでも iPad でも Mac でも使えますので、キャンバはぜひ使ってみてください。あと、キャンバは課金した方がいいと思います。で、アフィニティデザイナー、ちょっと上級者の方はアフィニティデザイナーぜひね、チャレンジしていただきたいです。キャンバがアフィニティ社を買収したんですよ。アフィニティデザイナーとアフィニティフォトとアフィニティパブリックっていうやつをですね、買収したので、今後はですね、キャンバ内でアフィニティが使えるようになるはずなんですよ。めちゃくちゃ熱くないですか？もうびっくりしたんですけれども。なので、キャンバとアフィニティがセットになってきそうな感じがしております。で、このキャンバと対抗してるのが Adobe 社ですよね。Adobe からはイラストレーター iPad 版と Adobe の Express っていう、これキャンバみたいなアプリなんですけど、Adobe 内でも簡単にこうデザインを初心者でも作れますよっていうアプリが Adobe Express になります。なので、まあ、どっち取るかですよね。どっち取りますか皆さんなら。結構これね、今迷いどころなんじゃないですかね。私も Adobe ね、プレミアフォトショーを使ってるのでなかなか抜け出せないなっていう感じはありつつも、やっぱり iPad とかスマホ系で行くんだったら Affinity とか Canva の方がいいんじゃないかなとかね、すごい今どっちにしようか揺れてるところなんですけど、皆さんね、この辺使ってもらって自分に合うものを見つけていただければと思います。で、デザイン系で素材とかを集めたくなったら、Pinterest とか、Behance、あとは Unsplash、ライトフォント。ライトフォントはフォントを iPad にインストールするアプリなんですけど、これめちゃくちゃいいですね。Behance はポートフォリオサイトですね。Unsplash は無料で高画質の画像をたくさんダウンロードできるっていうアプリになります。で、写真いきます。写真が Lightroom、Affinity Photo、Photoshop、Visco、フォトメーター、PixArtになります。私がめっちゃ使うのは、Lightroom、Visco、Affinity Photo あたりかなと思います。もう Lightroom は無料でもめちゃくちゃ使えるアプリになるので、ぜひインストールしてもらって、まあ、綺麗な色調整するときは Lightroom。あと写真管理も私 Lightroom でしてるんですけど、よかったら写真管理術はね、こちらの動画で見ていただきたいなと思います。で、Affinity Photo、これは写真合成のアプリになります。Photoshop ともうほとんど同じだと思ってもらったらいいです。で、iPad なのに本当にすごい画像合成ができるアプリで、私はね、これもうちょっと開拓したいなと思ってて、なので、まあ、Photoshop か Affinity ですね。はい。で、Visco はスマホでもできるアプリなんですけど、色調整、Lightroom に持っていくまでもないんだけど、適当にフィルターつけてインスタアップしようぐらいだったら Visco がいいと思います。で、フォトメーターも、レタッチアプリになるんですけど、私の位置づけで言うと、Lightroom とVisco がガッチャンコしたアプリって感じ。Visco の特徴ってめちゃくちゃフィルターがたくさんあるのね。で、Lightroom はレタッチがめちゃくちゃいい感じにできるのね。もう細かい調整ができるの。で、フォトメーターはそれのガッチャンコバージョンって感じですかね。どっちものいいところをいい感じにミックスしてるなっていう感じで、買い切りのアプリなんですけど、3000円ぐらいだったと思うので、ライトルームに課金したくない人、フォトメーターがいいんではないかなというふうに思います。はい、続きまして、ノートアプリになります。ノートアプリもね、MD 先生のチャンネルでめちゃくちゃたくさん紹介したんですけれども、その中でも一押し、ベーシック系ですね、王道系のノートアプリからいくと、GoodNotes 6、ノータビリティ、ノートシェルフ、OneNote、コラノートでございます。この辺はですね、もう手書きで書ける系で、ほぼなんか差がないぐらいもうどれもいいアプリなんですけれども、3つでいくと GoodNotes か、ノータビリティか、ノートシェルフかな。GoodNotes はもう言わずもがなみんな使ってるし、多分もうシェア率が 80% 超えてるんじゃないかなと思うので、割愛しますけれども、私も GoodNotes ユーザーでございます。と、ノータビリティは UI が縦なんですよね。メニューバーとかがね、縦に出てくるタイプなんですけど、どうしてもそれがいいっていう人がそれを使ってたりとか、あとはね、録音機能の精度がすごく良かったりとか、あとは鉛筆ブラシっていうのがあるんですね。これGoodNotesにはないんですけれども、鉛筆でなんかスケッチが描けるようなブラシが
ノータビリティとノートシェルフにはあります。本当にデッサンみたいなノートが書けるんですけど、そういうのを書きたい人はノータビリティかノートシェルフに行った方がいいと思います。で、ノートシェルフはノートにパスワードをつけることができるんですね。なので、誰にも見られたくないノートを書いてる人はノートシェルフがいいんじゃないかなと思います。どうしても有料課金できないよっていう人はコラノートっていうのがおすすめです。これはもうほぼグッドノーツ。ほぼグッドノーツの無料アプリがコラノートですね。もうパクってるだろうって思ったんですけれども。まあそんな感じで、どうしても無料じゃないと嫌だっていう人には私はコラノートをおすすめしております。で、ワンノート。これはマイクロソフトが出してる手書きのノートアプリになるんですけど、なのでマイクロソフトのワードとかエクセルとかそっち使ってる人。で、PC 版でもワンノートっていうのがあるんですけれども、それと同期させたい。なおかつ手書きで iPad でも書いてみたいっていう人は OneNote がおすすめです。で、この OneNote の、特徴はですね、ノートに端っこがありません。ひたすら下がね、わーって伸びていくタイプの、ノートになるので、もうずっと書き続けられるっていうのはめちゃくちゃメリットかなというふうに思います。で、ちょっとプラスで Nebo っていう手書きノートアプリがあって、これは手書き文字が汚い人はぜひこれ使ってみてください。綺麗な文字に勝手に変換されるっていうアプリです。で、他には Liquid Text、Flexilっていうアプリがあるんですけど、これは長文の PDF を、読みたいとか、資料系とか、論文とか、そういう系を扱う人で、それに手書き文字入れたいとかいう人は、この2つを使っていただければいいんじゃないかなと思います。で、最後、おまけでクリアノートっていうのがあるんですけど、これ面白くて、現役の学生さんのノートを見ることができるんですよ。どんな風に社会のノート書いてんだろうとか、どんな風に理科、英語のノート取ってるんだろうっていうのをなんかね、学生さんたちがそこにアップロードしてて、それを見れるんですよ。めちゃくちゃそれが勉強になるし、もうなんかカンニングしてる気持ちになるんですけれども、まあそんな感じで、ノートの、いろんな人のノートを参考にしてみたいっていう人は、ぜひね、学生さんクリアノートっていうアプリダウンロードしてみてください。はい、続きまして、無限ノートいきましょう。無限キャンバスアプリですね。コンセプト、フリーボード、フィグジャム、ビズリフ、ミロでございます。知ってるもの皆さんありますでしょうか？純正アプリにフリーボードっていうのがあるので、これ知ってる人いるんじゃないかなと思います。無限キャンバスっていうだけあって、ノートにもひたすら端っこがなくずっと書いていける系の、アプリなんですけれども、アイデア出ししたい時とかはぜひこのアプリたちを使ってください。各々の特徴を言うと、フリーボードに関してはメモアプリの端っこないバージョンがフリーボードって感じかな。で、コンセプトはイラストに特化してます。ブラシとか色とか、そういうなんかイラストアプリで無限に描けるものが、コンセプトだと思ってください。で、フィグジャムは、Figma っていうウェブデザインを作る、まあ、ソフト、Mac とか PC とかのソフトがあるんですけど、それのフリーボードアプリっていうのがあるんですよね。画像とか、まあ、ウェブデザインのアイデアとか、あとコラボレーションとかもできるんですけれども、画像とか載せる人はフィグジャムがいいんじゃないかなというふうに思います。で、ビズリフはもう画像しか載せれないです。画像と GIF ファイル、動画ですね。GIF ファイルが載せれるのがビズリフなんですけど、本当にひたすら画像をぐわーって集めてきたいっていう人は、ビズリフがいいと思います。で、ミロに関しては、iPad 版もあるし、PC で使ってる人もたくさんいるんですけど、結構ビジネス向けのユーザーの方が多いんじゃないかなっていうイメージですね。本当にデータベースみたいな感じでアイデアを表にまとめていったりとか、テキストも打てるし、手書きでも書けるし、みたいな感じで、本当にお仕事のために使いたい人はミロっていうアプリがいいと思います。ちょっと疲れてきました。もう弾丸トークで喋りますもんですからですね。喉が渇いて仕方なくなるんですよ。あとちょっと過呼吸にもなっちゃうんですけれども、はい、引き続き折り返し地点ということで頑張っていきたいなと思います。で、ちなみにこの100個のアプリを選ぶ時のポイントっていうか、なぜこれにしたのかっていう話なんですけれども、2つあって、まず UI がめっちゃ綺麗であること。いろんなボタンがありすぎて、すごい機能があるのはわかるんだけれども、もう使いにくいみたいなアプリあるじゃないですか。そういうのはもう落選でございますね。あとはアップデートさ
されてるかどうかっていうのももう一つですね。もうアプリ作ってしばらくやって、もう更新放置みたいなアプリもあるんですよ。もうこのデベロッパーさんたちがですね、やる気なくしちゃって、更新日っていうのが載ってるんですけどね。それを見たら結構昔になってたりするやつは、なんかちょっとこれから発展がないのかなと思って入れてなかったりします。なので、現役イケイケでデベロッパーさんも頑張ってるよ、もう開発頑張ってるよ、みたいなところがたくさん載ってるっていう感じだと思ってもらえれば大丈夫かなと思います。はい。ということで後半戦やっていきたいと思います。後半戦は動画からやっていきます。キャップカット、ルマフュージョン、ファイナルカットプロ、iPad 版、ダヴィンチリゾルブ、iMovieでございますね。初心者向けの方は、キャップカットや iMovie。iMovie はもう純正アプリなので、もともと入っております。キャップカットに関してはすごすぎて、これ無料でいいんですかっていうレベルなんですけれども、本当にキッズたちもスマホでね、編集したりとか、iPad で編集したりとか、PC がなくても動画が作れるのがキャップカットかなと思います。ルマフュージョンに関してはもう iPad のためだけに作られたアプリなので、本当に UI とかがめちゃくちゃいいです。ファイナルカットプロの特徴は、動画の上から、こう、なんか、ペンで線が描けるみたいなね、手書き文字が書けるっていうのが、ファイナルカットプロ。で、最近、ビジョンプロ、ね、私も買いましたけれども、ビジョンプロって空間ビデオっていうのが撮れるんですよ。空間ビデオっていうのは、なんかね、動画を立体的に奥行きを撮れるんです。ここをね。そう。で、後からその動画を見た人が、あ、なんかここにあるみたいな。ここにある体験をできるのが空間ビデオっていうものなんですけど、その空間ビデオを編集できるのはもう Apple の純正アプリ Final Cut Pro だけということになりますので、ここに投資してこれを覚えるのもいいのではないかなというふうに思います。で、DaVinci Resolve に関しては、これも、Mac とか PC 版に DaVinci Resolve っていうもうすごい動画編集アプリがあって、これの特徴は、色調整が、カラーグレーディングがすごくいいのがダヴィンチです。で、それを PC と、iPad どっちもで使えるみたいな感じなんですけど、なので PC 版でダヴィンチ使ってる人は iPad を覚えた方がいいと思います。で、ダヴィンチの特徴なんですけど、クラウド契約ができるんですよ、ダヴィンチって。なので、クラウドに動画上げて、それを iPad で拾ってきて、みたいな。で、Mac 行って、みたいな。なんか、こういうことが多分できるっぽくって。なので、クラウド管理、動画編集したい人は、ダヴィンチ、ちょっと難しいですけどね、挑戦してみるのもいいんじゃないかなと思います。ただね、このファイナルカットもルマフュージョンもダヴィンチもですね、自動字幕機能がないんですよ。私はプレミアユーザーです。プレミアユーザー、なんで私はこれにしてるかというと、自動字幕とかがあるからなんです。自動字幕があったらもしかしたら iPad 版のアプリに行くかもしれないんですけれども。はい。なので、それを心待ちにしているというような現状でございます。はい。続きまして、アニメーションアプリに行きたいと思います。私が大好きな Procreate Dreams、フリッパクリップ、トゥーンスクイット、ルーム、A-Light Motion、ジフトースターでございますね。Procreate Dreams は Procreate 社が開発したアニメーションアプリなんですけど、Apple Pencil でなんか、こうやってやったら、絵が動いたりとか、色が変わったりとか、なんかすごいです。もう、言葉では表現できないので、ぜひね、この辺の動画見てほしいんですけれども、iPad のアニメーションって難しいと思われていたところをですね、このアプリが変えてきたなという感じがいたします。ぜひこれは、2000円ぐらいで買えますので、買ってください。で、お金出せないよっていう人は、フリッパクリップがおすすめでございます。フリッパクリップも簡単な、こう、パラパラ漫画アニメーションみたいなのが作れます。で、トゥーンスクイットと A-Light Motion。この2つに関しては、モーショングラフィックですね。パラパラ漫画ではなくて、こう、流れるような滑らかな動きを作るようなアニメーションの時は、トゥーンスクイットか A-Light Motion がいいと思います。ちょっと A-Light Motion だけ私動画出してないんですけども、これすごくいいアプリで面白い動きをするので、ぜひダウンロードしてみてください。で、ルームに関してはちょっと他と違ってなんかね、ダイヤル式で絵を動かすんですよね。普通タイムインジケーターこう流れていくじゃないですか。ルームはなんかね、こうやって動かす。で、ジフトースターは、なんか写真をジフにしたりとか、動画をジフにしたりとか、その逆、ジフを動画にしたりとか、ジフを静止画にしたりとか、その変換をしてくれるアプリになるので、これは私めちゃくちゃ使うので、よかったらダウンロードしてみてください。
続きまして、ミュージック系ですね。音楽系いきます。ガレッジバンド、ロジックプロ、ラウンチパッド、プレイグラウンドでございます。ガレッジバンドは昔からある iPad 純正アプリですね。ピアノとかギターとかしてなんか、手でウェーってやったら音楽が流れるって感じですね。で、ロジックプロは本当に楽曲制作ガチでやってる人、Mac にもアプリがありますので、それと併用して使いたい人はめちゃくちゃいいと思います。で、このロジックプロなんですけど、この前のその Apple の発表会で AI をロジックプロにめっちゃ入れてきてるんですよね。なんか例えばセッションしてて、もうボーカルの人だけの音を抜き出したいなとか、ギターの人だけの音を抜き出したいなっていう時に、それをやってくれるんですよ。それがマジですごい。で、ラウンチパッドとプレイグラウンドは私好きななんかね、遊びながら音楽が作れるアプリなんですけど、ラウンチパッドは DJ 系ですね。こんな感じ。で、プレイグラウンドは指でですね、画面をこうやってなぞると音が出ます。はい、こんな感じ。めちゃくちゃ楽しくないですか？私、プレイグラウンドがめっちゃ好きで、なんかね、癒されたいときはただただこうしてるんですけど、はい、ぜひ面白いのでダウンロードしてください。で、ミュージック他にもいろいろあって、フローキー、シャザム、ポッドキャスト、Apple Music、Spotify っていうところですね。まあ、この辺知ってる人たくさんいると思うんですけど、フローキー何かっていうと、ピアノを練習したい人は、フローキーぜひよかったら見てください。で、シャザムに関しては、今流れてるこの曲、何の曲だろうっていう時にシャザム立ち上げたら、このシャザムちゃんがですね、勝手に音楽を検索してくれるっていうアプリになります。続きまして、3D に行きます。フォージャー、ノマドスカルプ、シェイパー 3D、マジックポーザー、Vroid でございます。もう今ですね、iPad 業界は 3D と AI が熱いということで、初心者の方はまず無料のフォージャーっていうのをやってみてください。こう粘土のようにですね、ギュッ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 って伸ばすだけで形を作ってくれるっていうのがフォージャーで、それのもっと、有料になるんですけれども、もっとアドバンスなことをしたい人はノマドスカルプとかですね。あと最近もうちょっとした出てくるのが、Z ブラシ、ユニフォームかな。この辺多分、とんでもないすごい 3D アプリなんですけれども、もうちょっとしたら出てくると思います。で、シェイパー 3D。これに関しては、もうちょっと CAD っぽい感じですね。粘土っていうよりかは、図形で形作っていく CAD 系のアプリで iPad でできるのがシェイパー 3D になります。で、マジックポーザー。これは、人形みたいなのが出てくるんですけど、こう、人の体の絵とか描きたい人、あとは体がどうなってるかとか知りたい人は、こう、形をこうね、こう、なんかいろいろいじれるんですよ。体とか顔とか。で、それで、スケッチを描いたりとか、人体について学ぶみたいなのがマジックポーザーなんですけれども、これも結構絵を描く人は私はおすすめしたいアプリになります。で、Vroid Studio。これも面白いんですけども、ゲームのアバターみたいな感じ。女の子のキャラクターとか、自分の好きなキャラクターを作れるんですけど、目はどれにしようとか、鼻はどれにしよう、口はどれにしよう、髪の毛どれにするみたいな感じで、出来上がった子たちがですね、こう、ダンスをしたり、動き出したりっていうするアプリなんですけれども、キッズとかめちゃくちゃ好きなので、ぜひよかったら使ってみてください。で、AR 部門行きましょう。AR からは、スキャニバース、ポリーカム、モンスターズパーク、スライド AR、落書き AR、アドビエアロでございますね。スキャニバースとポリーカムは結構似てる感じですね。なんか内装とか、ここの中をこうやって iPad で撮るんですよ。そしたら、こう、勝手に AR 上でスキャンしてくれて、後からその建物の中を見直したりすることができる。内見時とかにめちゃくちゃ使えます。私もよかったらこの動画出してるので見てみてください。で、モンスターズパークは、こうやってiPad 出すとそこにですね、もう怪獣がぐわーっと出てくるんですけども、このリアルさが、すごい。肌の質感とかももう本当にリアルだし、もう今にも食べられそうになってしまうというようなモンスターズパーク。これもキッズ大好きですね。スライド AR と Adobe AR は、自分がプロクリエイトとかで描いたイラストをここに出現させることができるっていうのがこの2つのアプリです。で、落書き AR は紙に描いた絵を
なんかね、浮き出せるんですよ。で、その絵が動き出すっていうめちゃくちゃ面白くて、これもキッズたち大興奮のアプリなんですけど、100円なんですけど、もう100円以上の楽しい体験が待ってますので、ぜひ落書き AR ね、私好きなので、はい、ダウンロードしてみてください。続きまして、仕事系行きましょうか。仕事のメモとかデータベースとか、その辺で言うと、ノーション、クラフト、あと純正メモアプリ、あとはベア、スキャン、Adobe のアクロバット、リマインダー、あとはチャット GPT もちょっとここに入れさせていただきました。で、私のおすすめはクラフトですね。もうクラフトは最高。何かこの iPad のアプリの中で残さなくてはいけないと言われたらクラフト、プロクリエイトかな。もうこの2つだけあったらいけるって感じなんですけど、それぐらいね、このクラフトを私は激推ししてまして、めちゃくちゃ綺麗にメモというか、その画像を並べてくれたりとか、テキスト並べてくれたりとか、あと手書きでもメモ書けるし、すごく綺麗に全部をまとめてくれるアプリなんですね。で、ノーション使ってる方はもうノーションでも全然いいと思うんですけれども、ちょっとノーション挫折した人とかね、ぜひクラフト使っていただきたいですね。で、ノーションはちょっと iPad だと、使いにくいというか、あんまりこう、打ちにくかったりするんですけれども、クラフトは iPad だったりとか、iOS に特化して作られたアプリなので、本当にやりやすい。もうスマホでも iPad でもめちゃくちゃやりやすいので、ぜひね、クラフトは使っていただきたいなと思います。で、チャット GPT ですね。AI 系はちょっと今回は一つしか入れてなかったんですけれども、他にもね、本当はいろいろ紹介したい AI のいいアプリあるんですけど、とりあえず今回王道でチャット GPT ということで、ぜひ入れておいてもらえるといいかなと思います。あと、英語系行きましょうか。ディーペル、デュオリンゴ、ウィズダムっていうところですかね。ディーペルはもう言わずもがな、一番いい英語翻訳。デュオリンゴは勉強したいとき。ウィズダムはもう本当に電子辞書って感じですね。はい、もうひたすらザーって英単語が並んでるのがウィズダムっていう感じでございます。あと、お仕事系行きましょうか。本当にいろいろあるんですけど、カレンダーやら、スプシやら、キーノート、ページズ、ナンバーズ、Kindle、Apple Book、ファイル、ボックス、その他、Google ドライブなどなどという感じでございましょうか。おすすめしたいのは、キーノートと Apple Book かな。キーノートは皆さんね、あんまり使ってない人多いと思うんですけど、めちゃくちゃ使えますよ。本当に。動くアニメーションとかもちょっとしたものだったら使えるし、結構ね、綺麗にレイアウト組めたりするので、ぜひまたいろいろ紹介したいなとは思うんですけど、キーノートと Apple Book は私 PDF をね、もう Apple Book に全部突っ込んでいくんですよ。PDF を GoodNotes とかに入れる人もいると思うんですけど、私は Apple Book の方にも入れてて、それをなんかチラチラ見たりという感じにしたりしてますね。で、最後、ホーム画面の整理系いきます。4つ。ラウンチャー、アイスクリーン、ウィジェットスミス、フリップクロックでございますね。はい。私ね、人に言うほどホーム画面があんまり綺麗じゃないんですけれども、すっごいたくさんアプリをですね、並べて綺麗にやりたい人は、ラウンチャーとかアイスクリーンとかいいんじゃないかなと思います。フリップクロックは時計がこう出てくるやつですね。ウィジェットスミスはアイコンが変わるやつになりますので、はい。どっか気になったら見てみてください。はい。ということで、100個。終わりました。疲れた。もう、今もう何回この水飲んだかっていうぐらいね、本当に水を飲みながら100個到達いたしました。皆さんいかがでございましたでしょうか。今回ね、このiPad Creative Secondベストアプリ100の中にこの100個をまとめておりまして、でその紹介したアプリの詳しい使い方っていうのも載ってるんですね。後半のところにこうやって画面が載ってて、次これやって、こうしたら YouTube 動画ができるよ、みたいな、ステップバイステップのチュートリアルもたくさん載っております。よかったら、このベストアプリ100の本買っていただけると嬉しいなと思います。概要欄のところにリンク載っけておきますので、よかったら見てください。はい。で、もう一つあってさ、iPad バッグですよ、皆さん。第3弾 iPad バッグ。10月発売でございます。白見せします。で、こうやな。ちょっとわかりにくいかな。こんな感じです。ちょっと
今日黒いパンツだから分かりにくいかもしれない。今ちょっとだけにさせてください。もうちょっとしたしっかりと写真とかも撮ってさ見せたいんですけれども、こうめっちゃくたっとしてめっちゃ柔らかい。だけどしっかりと保護してくれる。こういうさすごい柔らかい感じなんですよ。わかります？伝わらないかなちょっと今日はさあんまり中とかはお見せしないんですけど、でっかいマイクも入る。そう、こうやってやるとすごいお月様みたいな感じの形なんだけどね。こうやってやるとほら可愛くないどう？楽しみにしといてください。とりあえず10月発売ですよということで、本当にね、前700個が一瞬で速乾してしまったので、今回もうちょっとだけ多めに生産しようかなと考えておりますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、ということで、今日は iPad ベストアプリ100の紹介でございました。面白かったらぜひいいねボタンをよろしくお願いします。バイバーイ。